皆さんこんにちは。今日は10月歌舞伎座義経千本桜の初日に来ました。この動画は義経千本桜の後半をお届けします。そして最後にはランキング、一幕見席用のランキングもお届けします。投手狂言楽しみですね。それでは10月歌舞伎座義経千本桜行ってみましょう。レッツゴー。今寿司屋が終わりました。この義経千本桜の中でも、世話物の話ですけども、悲しい話ですね。なんかとてつもなく悲しい話です。せまじき者は宮塚へという歌舞伎のセリフもありますけども、宮塚へでもないのに、この権太が、親の忠義のためになんと自分の奥さんと息子を差し出してしまう。そして忠義を果たすが、自分は父親に刺されて絶命するという悲しい話です。でもきっと江戸時代の朱子学をもとにすると、こういう忠義が一番大事であるということの表した話かなと思います。一番最初はほのぼのと始まります。一番最初はこの権太の父親の弥左衛門の家にいるお里が、これは実は家で働いている弥助と恋仲になってしまう。で弥助といよいよ祝言を挙げるというほのぼのとして、なんとなんとなく左近さんがやってるんで、これ吉野川の愛する2人を思い出してしまいました。でも実はこの弥助は平の維盛であったと。でこの維盛を訪ねて、奥さんの若尾の内子と子供の六代君が訪ねてくる。そこでお里は悟る。もうこれはきちんと維盛は若尾の内子にお返ししますと。でそこに平の維盛を追って梶原景時が鎌倉からやってくる。実は伊上の権太の父親の弥左衛門、前の古今後討ち死に男で、古今後の首を代わりに差し出すために首を切って持って帰っていた。伊上の権太はお金を自分の母親からゆする首とお金が寿司桶に入ってるんですけども、そこの取り違えのところよく見てください。なおここから先はネタバレですんで、ご注意ください。そしてお金を持って、自分の家に持って帰ろうとする権太、実はその古今後の首を持って帰ってしまう。でも実は権太は知っていた。父親が維盛の父親の重盛にお世話になっていた恩があると。だから維盛を救いたいんだということを知って、家で自分の嫁と自分の息子の後ろ手に縄をかけて連れてくる。涙ですね。そして正六さんのやる伊上の権太は梶原景時に代わりに古今後の首を差し出す。でも景時はこれが維盛の首だということで、古今後の首を維盛の首と思って帰ってきます。やったと権太は喜びます。もちろん権太は自分の嫁と息子が縛られて猿ぐつわをされて花道を行く時、よく見てください。眼差しと口でお詫びをする。最後の別れを言います。そこの口の動きよく見てください。でもそれを知らない父親は怒って権太を刺してしまう。本当に権太が維盛の首を取ったと思ってます。でも権太は最後死ぬ間際に語ります。
そう自分はいがみのゴン太と言われる悪い男だったけども、最後ぐらい、父親の役に立ちたいと思って、古今後の首を見てそれを差し出したということを切々と語ります。父親も泣きます。自分の孫が鎌倉方に渡ってしまったのかと。孫はいつも子供たちが遊んでる中で父親がいがみという悪人なんでいじめられてないかと気になっていたという悲しい話です。で最後維盛一家が訪ねてきて驚く、ゴン太が刺されていると。でそこで梶原景時からもらった陣羽織を見ると、実は中に今朝と数珠が入っているということで、維盛出家せよという実は暗示になっていたと。重盛は頼朝を救ったと。だからこの頼朝方の梶原景時は維盛を救う算段をしたという話です。いやこの維盛は万寿さんがやっていて、維盛の奥さんの若葉の内緒は海春さんがやってました。シニアなカップルです。いや万寿さん若いですね。そして世話物なんで松緑さんもいい味を出していると思います。ということで仁左衛門さんとは味わいが違う、少しストレートダイナミックな松緑さんのいがみのゴン太でした。寿司屋でした。第2部と第3部の間が本当に短いんで皆さん気をつけてください。30分弱しかありません。じゃあ私も第3部に行ってきます。それではまた続きをお話しします。今吉野山が終わりました。いやー素晴らしい圧巻の舞台でした。1時間の踊りが基本の舞台でした。これは、道行きということで、でも最初の発声は右近さん、清本英樹太夫の声から始まりました。幕が上げるともう一面桜満開、そして舞台の真ん中にも桜があります。その中をこの清本の高い声で恋と忠義はいずれが重いというこの問いから始まりました。右近さん見事でした。このうーとかっていう、これものすごい高い声で、やるんですけども、見事に清本のリード役となってました。いやそして團子さんがもう圧巻ですね。ものすごいキレの良いシャープでスマートな源九郎狐でした。実は、私が歌舞伎を見始めたのもこの、先代の猿之助さん、猿翁さんのスーパー歌舞伎やこの義経千本桜を見て、私は歌舞伎が好きになりました。こんなにスマートシャープで、痩せて、スラッとした源九郎狐は猿翁さんとも違うし、そして、今の猿之助さんとも違うし、お父さんの中車さんとも違うし、いやーなんか別の、新しい、サイボーグのような源九郎狐でした。素晴らしい。そして、慎吾さんが一番最初に静御前で登場するんですけども、まるで、ディーバのように光り輝いていました。そしてその後源九郎狐の團子さんがすっぽんから登場するという最初の始まりでした。そして本当に團子さんクールな表情で踊るんですけども、静御前からこの鼓を片方を持たせてもらった時だけちょっと悩ましいような顔をするんですよね。鼓を触った時だけ見せる表情をぜひ見てください。そして途中で
義経からもらった鎧を立てて、そして鼓を顔に見立てて、そして戦いの様子を忠信が静御前に語るところがある。兄の佐藤継信が弓の名手頼経が放った矢を義経の盾として受けて命を落とした様子を語ります。その後で今度は円谷さんが出てきます。円谷さんが速水淘汰というこの静御前を追ってる役をやります。これ段四郎さんから習ったということで、いやーもう越に入ってましたね。待て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 というこのコミカルなところよく見てください。なんか上方歌舞伎だと鴈治郎さんがやる笑いを誘うようなところも彷彿とさせました。そして最後2人は旅立ってきます。旅立っていく時に静御前が花道を旅立った後、舞台が少し薄暗くなってまるで日食が起きたような中で、幻想的な中で團子さんが蝶を追って踊ります。ここは清本じゃなくて長唄をバックに踊りまくります。すごいこの超絶な踊り見てみてください。いやー本当に目が離せません。ということで、いやー本当新しいタイプの狐忠信、澤瀉屋の狐忠信を見たという気がします。ぜひ皆さんもご覧ください。以上、吉野山のレポートでした。いよいよ川面法源館です。今川面法源館が終わりました。いやー歌舞伎座を興奮のるつぼに陥れました。すごい。いやー團子さんのこの狐忠信、けれんとしての宙乗りも素晴らしいけども、やはりこの親子の愛情を切々と訴える力、素晴らしかったです。そしてやはり音楽も最後は葵太夫がきちんと義太夫で締めました。素晴らしい、完璧な。いやー少し千田栄之助さんの雰囲気もありますけども、新しい澤瀉屋の出発と素晴らしいというふうに思いました。ありがとうございます。今お声かけいただきました。いや新しい澤瀉屋が生まれたという感じがします。素晴らしかったです。川面法源館、一番最初になんと歌舞伎界最高齢の十円さんと、あとは歌舞伎界最高齢女方の東蔵さんが出てきました。そしてその後この川面法源館では、今回は義経は梅玉さんがやってます。義経梅玉さんがやっているというベテランが固めてました。そしてそこから忠信が出てくるんですけども、忠信は静かに別に同行してないと、本物忠信はそう言ってます。いや母親の病気で田舎に引っ込んでた、それでまた心配出てきたんだと。でそこで義経が「ん?」という話になります。で静かに確認せよと。静が鼓を打つと源九郎狐、これも團子さんですが出てきます。そしてこれは怪しいということで、静御前が切りつけますけども、かわす。そして実はこれは、自分の父母の皮でできた鼓なんだと。自分はそれを1年間ずっと追ってきたと切々と訴えます。いやそこを團子さん本当訴える力、狐言葉ですけども素晴らしい。そしてその情にほだされて、最後は義経がこの大切な鼓
を与えようということで、喜んで、帰ってきます。その前には、敵方が押し寄せるのも自分の妖術で、退けますというシンプルですけどもすごく直球で、この親への愛、そして親と過ごせる喜びを表してました。いや本当にこういう物語、学生に見せてもいいと思います。朝の11時から始まって、10時間半の長丁場、9時25分に終わりました。でもぜひおすすめですということで、素晴らしい義経千本桜でした。いや本当最後宙乗りの時にも若さでものすごく、両手両足を動かして喜びを表現する。その後はエビ反り姿で飛んできました。体幹強いですね。最後は羽が生えたように待って去ってきました。ということで今日のこの A プログラムの澤瀉屋が中心となる川鶴方言館、途中澤瀉屋ということで、円屋さんとそして團子さんとそして、右團次さんの息子さんの右近さん、市川右近さんの3人が並ぶところももう澤瀉屋という大向こうがたくさんかかりました。ということで、澤瀉屋プラスベテランの川鶴方言館でした。素晴らしかったです。團子さんおめでとうございます。1ヶ月間頑張ってください。じゃないですね、 A と B があるんで、まず半月間頑張ってください。團子さん以上です。それではこれからこの義経千本桜のランキングを発表します。3つの観点があります。1つは私のドーパミンが上がるか、どのぐらい上がったか。2つ目、私がもう一度見たいか。そして3つ目に大事なのは一幕見席を見る、国宝を見て、歌舞伎座に来たような歌舞伎初心者の方にも見せたいかという3つの観点で選びます。まず第6位。第6位は第2部の好み、そして古今を内地にです。第5位。第5位は第2部寿司屋です。第4位。第4位は第1部鳥居前です。そして第3位。第3位は第1部都会屋、そして大モスの原です。そして第2位。第2位は第3部の吉野山です。そして第1位。第1位は第3部の川面方言館です。どれも素晴らしい月でした。ということで、素晴らしい歌舞伎です。でも実は大阪の松竹座が閉館するというショッキングなニュースが流れました。そして国立劇場もまだ入札をこれからするということで再開の見込みが立ってません。皆様に提案ですけども、大阪の松竹座の閉館をきちんと閉館じゃなくて、松竹座を残すと、道頓堀に残すという応援をしたいと思います。署名活動をされている方がおられますので、よろしければ署名活動、下に URL そして QR コード貼っておきます。そして私の方で、株主提案、私松竹の株主なんで共同の株主提案できればと思っています。株主の方、ぜひ私のこの登録のフォームにお書きください。ぜひこの素晴らしい歌舞伎の舞台を残せればというふうに思います。ということで10月歌舞伎座のレポートでした。この
やはり A プログラム B プログラムがありますんで、皆さん自分の目で、確認してください。あくまでも今日は A プログラムのしかも初日ですので、もっともっと良くなると思います。ぜひ皆さんいいね、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。LINE 公式も作ってますんで、ぜひご登録くださいっていうのが僕の LINE 公式です。ということで、10月歌舞伎座、この素晴らしい義経千本桜からお届けしました。それではまたお会いしましょう。歌舞伎 YouTuber の電脳和風でした。それではまた。